はい、皆さん、こんにちは。直木マンラジオです。お久しぶりです。今日は第8、9、10回ぐらいになっています。いやー、これが結構好評でしてね。再生回数とか別にめちゃくちゃ高いわけではないんですけど、なんかすごいリクエストがね、来るんですよね。作業中に見れるとか、寝る前に見れるとか。なんかね、僕の声が相変わらずね、眠りを誘うらしくて。なのでこれみんな寝る前に使うだろうなと思って、間に広告入れてないんですよね、僕。入れちゃったらね、寝落ちしたみんなが広告でバーンってね、起きちゃうことになるから、今後もこのまま続けていきたいと思います。で、この前ね、ちょっとね、沖縄のユタの方とね、お会いして、ちょっと嬉しいことをお聞きして、なんかね、僕の声、なんかね、同時に2つの音を出してるって言われたんですよね。なんか同時に2つの音を出してるすごいですね、みたいな。どういうことと思って。もうわかんないけど、俺の解釈で言うと、多分高音っていうか、普通の音と低音同時に出してて、それがすごいですねって、本当に出してるんですかね、僕2つ同時に。なんかその音に詳しい方いたら、ぜひ教えてください。早速ね、皆さんからいただいた怖い体験談、不思議な体験談、語っていきたいと思います。皆さんありがとうございますね。たくさん、今でも募集しているので、インスタ、ツイッターの DM に送ってください。それでは一つ目参ります。中学2年生の夏、当時マンションの5階に住んでいた私は部活を終え、マンションのエレベーターで5階まで上り、角部屋だったので、少し廊下を歩き、自宅玄関の前まで来て鍵を探しました。部活着の中に紛れ込んでしまった鍵を探すのに苦労したことを覚えています。やっとの思いで鍵を見つけ出し、ドアを開けようとした時、かすかにエレベーターが下がっていく音が聞こえました。その時は誰が上がってくるのかなぐらいで気にも留めていなかったのですが、家の中に入り玄関で靴を脱いでいるとドアノブが不規則に動き始め、明らかにやばいということだけが分かりました。リビングにいる親にこのことを伝えなくてはと慌て張り詰めた空気の中で背後から誰かいないのかなとにやりと笑ったような男性の声が聞こえてきました。その時私はふと思い返し、あの時聞こえたエレベーターの音は下がっていたんじゃなくて上がってきたんだと、そしてもう少し鍵を探すのが遅かったらどうなっていたのかと。翌朝家の周りに警察が数人来ていて、後に知ったことで同じ5階のエレベーターの目の前の家が強盗に入られたと聞きました。当時不審者の情報が出ていたこともあり恐怖を感じました。幽霊も怖いが人も怖い、そんな体験でした。今なら返り討ちにします。絶対に。いや、最後の文が怖えな。最後の今なら返り討ちにします。絶対にが怖えな。なんか、こういった話結構聞くことあるじゃないですか、みんな。で、そういうたびにね、いや、こんなこと本当にあるのって思うかもしれないけど、結構ね、強盗ってありますよね。僕の周りでもね、強盗にあった方、もうほんと数人全然数えられるぐらいいるんですよね。強盗っていうか空き巣ですかね。家にいない時、家にいる時でもね、寝ている時とか朝起きたらね、家が荒らされてたとかみたいな結構話聞くんですよね。海外でも日本でもどちらでも聞くので、あとマンションって強盗で会うことあるんですね。なんか僕のイメージだと一軒家の方が入りやすいのかなと思って、玄関以外からもね、そのベランダの方からとか入れるだろうから、マンションってほぼ、ベランダ行けなくはないけどね、全部高層になっちゃうだろうから、ほぼ玄関からしか入ることないじゃないですか。よじ登ってね、ベランダ行く手段もあるけど、そうなった時に結構リスキーだから、なんか一軒家の方が多そうなんだけど、意外とマンションでもね、そういった空き巣強盗ってあるんですね。僕はね、家に監視カメラが10個ぐらいあるので、空き巣が入ったらね、すぐに特定することができるので、覚悟しておいてください。ありがとうございます。続いてのお話、参ります。私が学生の頃、バイトしていたコンビニでの体験です。当時私はコンビニの夜勤をしておりました。私が深夜3時頃にパンの陳列作業をしていた時、その現象は起こりました。お客様はその時誰もおらず、いつも通り棚にパンを並べていました。私は仕事をできるだけ早く終わらせるタイプで、その日もスピードを上げて作業していました。パンのトレイの空き箱を台車に積んでいたその時でした。突然ボロボロのサンダルを履いた薄緑の傷だらけの足がちらっと台車の後ろに現れたのです。その瞬間私はうわっと思わず声が漏れてしまいました。今まで見た生き物とは明らかに違う違和感をその足には感じました。背筋にも悪寒が走り、店内は明るかったのですが、その空間だけは真っ暗のような感覚。もう一度恐る恐る見てみると誰もいません。そして突然大量の鼻血が、しかも両方の鼻から出ています。私は両方から鼻血を出したことがなかったし、普段から鼻血は出ないタイプだったので、驚いてバックルームに走り、ティッシュで血を止めに行きました。バックルームには2人仕事仲間がおり、1人は休憩して寝ていました。もう1人の仲間に事情を話したところ、防犯カメラを見て確認してみようということになりました。確認したところ、防犯カメラには私が台車にトレイを置いた瞬間、一瞬固まり、
鼻血を出す姿が映っていただけでした。あとは大量の血痕が残るだけでした。そしてその日から不可解なことがこのコンビニで起こり始めたのです。突然週に2回ペースでトイレの電球が割れる。バックルームで作業中に仕事仲間と話していたところ、2人とも背後に気配を感じ、同時に振り向いた時、背後にあった鏡にロングヘアの女性のような髪が一瞬通り過ぎるのを2人で見てしまう。真夜中にいきなり心霊ツアーの人たちがうちのコンビニに来て、ここは霊道になっていてかなり邪気がすごいと語り出す。全て1週間以内に起きたことだったので、さすがにおかしいと思い、私はその土地について調べ始めました。するとすぐ近くの団地で飛び降り自殺が頻繁に起きていたり、生首が飛んでいる目撃情報があったり、近くのラブホで殺人事件があったと曰く付きの場所でした。決定的だったのは、この不可解な現象が起きた1ヶ月後にとある死体がコンビニの裏の家から出てきたのです。当時テレビなどでも取り上げられた事件でした。女性の遺体は自宅に26年間隠匿した事件でした。私が見たのはおそらくこの女性であったと思います。彼女が26年間の眠りから目覚める予兆がコンビニで起きたのではないでしょうか。これは余談なのですが、おそらくこの犯人の奥様と思われる方がよくコンビニの夜勤の時間に来店しておりました。彼女はいつも狂ったように独り言を話しながら、家に帰れないなどと言って1時間ほどコンビニにいたり、お経のようなものを唱えて居座ったりしていました。もしかしたら彼女はずっと死体のことを知っていたのかもしれません。いやー、ガチモンのが来ましたね。はい。なんか、あれっすよね。定期的にこのね、怖い体験談、不思議な体験談募集していますけど、毎回こういったリアルの事件絡みのものが来ますよね。で、みんなね、この26年間ね、隠匿していた事件っていうのは、まあ、俺名前出していいのかわかんないけど、まあ結構昔のものなんですね。1978年ね、東京都内で起きたね、殺人事件なんですけど、まあこれはね、2004年頃にその遺体がね、発見された事件になります。まあ気になる方はね、そのキーワードで調べたら出てくるので見てみてください。こういったなんかね、その不可解な現象が起きるエリアって本当にあるんでしょうかね。まあ、有名なもので言うと、エリサラムのね、ホテルの事件とかあるじゃないですか。彼女がね、エレベーターで不可解な行動をしていたというもの。あそこは確かカリフォルニアのセシルホテルっていうところなんですけど、まあ、彼女の事件以前にね、結構有名なね、殺人鬼がそこで隠れていたり、あとはね、殺害事件が起きたりとか、まあ、結構ね、ダークな事件が付きまとうエリアなんですね。まあ、だからそういったね、どうしようもなく事件が多発するエリアとかってあるんですかね。まあ、あったとしたら、まあ、それどうにかね、解決できないんかね、お祓いみたいなもので。ありがとうございます。では、続いてのお話に参ります。この話は今から15年ほど前に遡るのですが、当時中学1年生だった僕は母親と2人で市の営む2棟横並びの集合住宅に住んでいました。T 字路の道路を挟み、左側が B 棟、右側が A 棟でした。当時の僕は勉強が全然得意ではなく、いつも学校のテストでは悪い点ばかりでした。なので、見かねた母親が駅前の学習塾に通わせてくれるようになりました。学習塾に通い始めて少し経った夏休みの夏期講習の時、僕は塾のテストの点数が悪く、居残りとなり、夜遅くまで塾に残って勉強していました。ある程度時間が経った頃、塾の先生に、今日はもう遅いから帰ろっかと言われ、ふと時計を見てみたら夜の22時近くでした。僕はこれ以上遅くなると母親に怒られると思い、机の上に散らばった教材を片付け、塾から帰りました。塾から家までは自転車で15分ほどの距離でした。夜道は暗く怖かったので、急いで自転車を漕いで帰ってました。その日は夜も遅かったこともあり、裏道を使って少しでも早く帰ろうと近道をしながら帰り、家の近くまで着き、ほっと一安心しながら自宅の集合団地のベランダ側の駐車場を横切り、駐輪場に止めようと思った時、ふと誰かの視線を感じ、辺りを見渡すと、自分の住んでいる棟とは違う横の棟の1階のベランダの窓に真っ白な服を着た白髪のおばあさんが窓にべったりとくっつくようにこちらを見ていました。僕は本能的に、やばい、絶対見ちゃダメだと思いました。ですが、目が離せませんでした。明らかにおばあさんが立っている部屋は真っ暗で電気もついておらず、街灯では見えるはずもないのですが、はっきりとそこに白
白髪のおばあさんが立っているのが見えました。記憶では何秒かだとは思うんですけど、目が合ってた時間がとてつもなく長く感じました。やっと目をそらすことができ、冷や汗と悪寒が止まりませんでした。それからすぐに家に入り、先ほどの出来事を母親に伝えました。そしたら母親は、大丈夫だよ、気にしすぎだよと言って笑っていました。その言葉を聞き、僕は少しだけ安心した気持ちになり、晩ご飯を食べお風呂に入り、その日はそのおばあさんのことを思い出さないように寝ました。翌日朝目が覚めると、母親は仕事でもういませんでした。僕は夏休みだったため、朝食を取ろうとリビングに行きました。服を着替えようとベランダに干してあった服を取ろうとした時、外を見るとパトカーや救急車が止まっていました。何事かと思い、すぐに服を着替え外へ見に行きました。そうしたら僕の住んでいる塔ではなく、横の塔に止まっていました。なぜだかその瞬間、また昨日の夜のような冷や汗と悪寒が止まらなくなりました。ですがどうしても気になったため、外へ出て横の塔へ行ってみました。そしたら昨日の夜、白髪のおばあさんが立っていた部屋の前におまわりさんやレスキュー隊の方がたくさんいました。玄関先は立ち入り禁止ロープで囲われていました。何があったのか気になり、近くにいた住民のおじさんに聞きました。そしたらおじさんの口から、ここのおばあさんが亡くなったんだって、死後2週間は経つそうだよ、孤独死なんだってと言われ、背筋が凍りました。発見された時、おばあさんはリビングのベランダの窓近くで亡くなっていたそうです。それ以来は怖くて、夜にベランダ側の駐車場を横切ることはありません。これで僕の体験談は以上になります。余談なのですが、今考えればそのおばあさんは何かを伝えたかったのかもしれません。亡くなっていることを誰かに気づいて欲しかったのかもしれないですね。その後お祓いに行ったところ、その話をしたらいたずらをするような例じゃないから安心してねと言われました。以上になります。出ましたよね。もうすでに死んでいたパターンのお話ですよね。パターンとか言っちゃいけないのかもしれないけど、俺これ何がこの話読んでて怖いと思ったのかというとね、塾だよね。僕ね、本当に勉強ができない学生だったので、僕もね、塾に通っていたんですけど、その塾の先生がもう鬼怖くてね、僕も当たり前のように居残りされていたんですけども、本当ね、その塾が嫌で、もうね、毎回その塾に行くたびにお腹が痛くなったりとか、もう吐き気ってわけではないですけど、なんか具合が悪くなったりとか、もうそれが本当にね、恐怖で、今それを思い出して怖くなりましたね、僕は。みんなもあるんじゃないかね、そういった体験。なんか学校の先生が怖かったとか、部活の先生がトラウマだったみたいな話。もちろんね、このおばあさんの件も怖いですけど、そういったね、なんかね、リアルな、ね、教師、先生、上司の話が一番怖かったりする。いや、ありがとうございます。では、続いてのお話、参ります。もうかなり落ち着いたんですが、嫁さんがやばかった話です。嫁さんとは結婚して、割とすぐ二人とも子供が欲しくて、でも結果1年ぐらい頑張ったんですけど、できませんでした。そんな中、起こった出来事です。子作りを始めて、半年経った頃くらいから、自分たちの住んでいる F 県に子供を抱いた大きな観音像がある、〇〇山神社っていうところがあるんです。そこが子宝とか安産祈願とかの神社だったから、嫁さんはそこにお参りというか、よく行くようになりました。多分週1とかで通っていたと思います。多分2、3ヶ月ぐらい経った時からかな、なんか家の中が重くて、夫婦喧嘩した時のような家の中がピリつく感じの重さを常に感じるようになりました。それにはっきりとは覚えていないけど、ある時から嫁さんが何かと歌を歌うようになったんです。それがこっちの地方での子守歌みたいな童謡みたいなやつで、すいませんこれうまく歌えるかわかんないですけど、1×2×3×4×5× 橋を架け、橋の欄々手を横に、遥か向こうを見渡せば、17、8の姉さんが片手に花餅1000個持ち、姉さんどこ行くの、私は九州鹿児島で切腹なされ父親のお墓参りに参ります。お墓の前で手を合わせ、南無阿弥陀仏と唱えます。すいませんお話を中断して本当申し訳ないんですけど、これ読んでる今俺めちゃくちゃ怖えわ。真っ昼間なのにめちゃくちゃ怖くなった。冷や汗止まらん。これ歌って大丈夫なやつなんですかね。本当に怖くなったわ。やっば。この聞いてるみんなももっと怖いだろうね。すいません、話戻ります。ただこの歌詞は歌う人によってはちょっと違うみたいなんです。早く子供欲しいから子守歌みたいなのを歌ってるのかなって思っていました。ただだんだん子供をあやしているように、赤ちゃんを抱っこしてゆらゆらするように横揺れもしだしたんです。その時は別に夫婦仲は良かったですし、嫁さんも普通だったから、その歌のことは何とも思ってなかったんです。
です。けど相変わらず家の中は重いし、なんならね、普通の戸建てなのに家の中が狭いみたいな感覚もありました。それからしばらくしてちょっと歌う頻度が多くなってきたから、その歌やめてくれんと言ったら、その瞬間めちゃくちゃ綺麗で、子供がおるけん歌ってやらんといかんと言い出したんです。しかもヒステリーみたいな感じでギャーギャー騒いで泣き出して、自分の嫁さんなんだけど泣いて騒いでる嫁さんの顔が嫁さんの顔じゃないような女の人の顔みたいに感じました。で、なんとか落ち着かせたけど、子供を取らんでとか連れてかんでみたいなことも言い出して、こんなこと言っていいかわからないけど、子供ができないのがストレスで鬱になったのかなって思いました。だから嫁さんのお母さんに連絡して次の日来てもらうようにしたんです。できればしばらくして実家で休んだ方がいいんじゃないかと思って、次の日夕方前にお母さんが来て、やっぱり嫁さんも実家に一旦帰るって言うから2人して一緒に2階で洋服とか軽くね、日用品をバッグに入れようとしていたら、嫁さんのお母さんが慌ててリビングに降りてきて、2階に来てって言うから、また嫁がどうにかなったのかと思いながら慌てて2階上がりました。そしたら嫁さんが寝室の中にあるウォークインクローゼットの中に座り込んでいて、後ろからあやどうしたって聞いたと同時に、クローゼットの中に入っている嫁さんのタンスの横に置いてある紙袋の中から大量に小さいお地蔵さんが溢れてるのが見えました。二人して嫁さんに、これなんて聞いたら、嫁さんが泣きながら喋り出して、〇〇山神社は子宝と安産の神社とは言いましたが、実は〇〇山神社にある子供を抱いた大きい大観音の中は登れるようになっていました。そしてその観音の中には階段に沿って上まで小さいお地蔵さんが並べてあったんです。それは何かというと、そのお地蔵さんは全部水黒洋した子供用のお地蔵さんでした。これは僕も知っていました。ただ神社に通っていた嫁さんは通い始めてすぐぐらいに観音様の中を登るようになったらしく、そこにいっぱいある水黒洋のお地蔵様を見て、なんで私にはできんとみたいな気持ちになったらしいです。そして通ううちに観音様の中を登るたびに、私なら産んであげられるよとか、私の中に入っていいよとか言いながら登るようになったんです。それでも妊娠しないものだから何を思ったか、自分でお地蔵様を買っては観音様の中にある地蔵から赤ちゃんの魂が自分の持っている地蔵に移るようにと持っていくようになりました。それもってまた、私なら産んであげられるよとつぶやいたりしたんだと。お地蔵様を持って帰っては1週間ごとに妊娠検査薬として、妊娠してなかったら新しいお地蔵様買ってまた神社に子供の魂移し行くみたいなことを繰り返していたらしく、ただそのお地蔵様は持って帰ってきたはいいけど、自分が不謹慎なことをしているのはね、分かっていたみたいで、僕には隠していたみたいです。さらに僕が仕事していない日中はほとんどクローゼットの中で過ごしていたことも打ち明けられました。そして一日中クローゼットの中で歌ってたとも。なんでそんなことをしていたのかを聞くと、お地蔵さんの数が10を過ぎたぐらいからかすかに赤ちゃんの泣き声が聞こえるようになった。最初は野良猫の喧嘩かとも思ったんだけど、それがだんだん大きくなってきて、家の中からクローゼットの中から聞こえるような気がして、怖い気持ちもあったんだけど、なぜか嬉しい気持ちもあって、歌える子守歌を歌ってみた。そしたら今まで聞こえてきた泣き声が止んで、代わりに穏やかな空気になった気がした。だからこれを続けたらいつかは本当に妊娠して赤ちゃんが来てくれる気がしたんだけど、お地蔵さん増やしていくうちにどんなに歌っても泣き止まなくなってきて、それに常に歌ってないと苦しいみたいな感じもしだして、歌ってる間は安心だけど歌うのをやめると子供がいなくなるみたいな感覚も襲ってきて、夜はあなたに気づかれちゃいけないと思ってたからずっと泣き声が聞こえてた。だからせめて子守歌でも歌ってなだめようとしてたと思うというのは、後半は自分がどれだけ子守歌を歌っていたのか覚えていないからだそうです。結局ずっと赤ちゃんが泣いているような声が聞こえてきていたのは精神的なものだけが原因じゃないかもしれないと思い、嫁さんが実家に帰る前に3人でお祓いができる神社に行こうって話になりました。早速その日のうちにいろいろ調べ、隣の県にある神社を見つけ、後日行くように予約して、その日嫁さんは実家に帰っていきました。その後家には僕一人になりましたが、重い空気はそのままでした。予約した日神社に行って神主さんに、実は嫁さんがこういうことをしていましたって説明をしました。そしたら神主さんから、水黒洋はもちろん子供の魂を供養するんだけど、産みたくても産めなかった母親の念などもあるからね
ねと言われ、続けて〇〇山神社って地獄もあるところだから、もしかしたら別のものがお地蔵さんに入ったのかもねとも言われました。確かに〇〇山神社には地獄を再現している別館があったんです。何がお地蔵さんに入ってきたかは想像つかないですが、きっといいものではなかったと感じます。そこから嫁さんが買った大量のお地蔵様はまた別の神社を紹介してもらって供養させてもらいました。それ以来嫁さんはなんとか落ち着いて、今では子供も授かり、なんとか充実した毎日を送っています。と、実は嫁さんがなぜ魂を移すような真似をしたのかは、嫁さんの幼少期の話が関係しているので、また機会があったら話します。いや、なんこの話。今までいただいたお話の中で多分一番怖かったですね、これ読んでて。しかもなんかね、to be continued みたいな感じでね、続きがある余韻を残す感じもなんとも言えない雰囲気になるし、しかもね、これ読んでる間に救急車真横通ったんですね。みんな聞こえたのかわかんないけど、救急車も通ったりもなんかして、いや、とりあえずね、本当にね、汗がいっぱい出たわ、これ読んでて。なんとも言えないね、怖い方のゾーンに入る感じ。もうなんか耳鳴りじゃないけど、周りの音が聞こえなくなって、その世界に集中していっちゃうような感じがして、すっげえ恐ろしい気持ちになったわ。でも確かにね、この嫁さんがしていたことは、なんかいいような気はしなかったですよね。なんかね、別のものもね、取り入れちゃうような儀式のような感じはしましたよね。そしてこの続きの話が非常に気になるから、急いでね、この話を送ってください。本当にね、次回のラジオ動画でね、おそらくこれ話すと思うので、ぜひ送ってください。最後のお話に参ります。私が当時18歳だった時の話なのですが、友達が車の免許を取り、遠くまで出かけられるようになったので、2人でドライブしに行こうって話になりました。せっかくなので遠出をしようというお話になっていたので、友人が学校終わりに電車に乗って帰宅し、その後車で少し離れたところにある私の家まで迎えに来てくれました。友人は車を持っていなかったので、両親の車を借りていたのですが、仕事が終わってからではないとドライブできなかったなどの理由で、深夜1時ぐらいから2人でドライブすることになりました。深夜2時20分、2人でドライブをしていると、公園の近くの信号で赤になり、車を止めて青になるのを待っていると、その公園で4歳児ぐらいの少年が一人で砂場で遊んでいるのが目に入りました。私はかなり心配になり、友人にも伝え、車の窓を開け、もう遅いからお家に帰りなと少し大きい声でその子に言いました。そしたら声が届いたのか、その子がこちらを振り向いてきたのですが、私はその時何とも言えない嫌な感じがしたんです。その子は至って普通の子でしたが、小さな手のひらに泥団子を乗っけて私に差し出す仕草をしてくるのです。私は手のひらを横に振って、いらないよと言ったのですが、何回も泥団子を差し出してくるのです。そして私がいらないと断っていると、その子が突然こっちに向かって走ってきたのです。私はびっくりして車の窓を閉め、友人をせかし、信号が青になった瞬間、急いで車を発進させました。ですが、走ってもその子の速さは子供の速さだったので、すぐ見えなくなりました。私は家に帰るのがなんとなく怖かったので、その日は友人に泊めてもらい、一緒に学校に行くことにしました。その日の夜は特に何事もなく、朝友人と一緒に学校に行こうと玄関を開けると、その玄関には泥団子が2個置いてあったのです。いや、本当かいな疑って申し訳ないけど、この話本当ですかね。なんか、絵に描いたような分かりやすい怖い話じゃないですか。おそらくね、その子供が幽霊だったのか、あるいはね、その子ね、超絶なスパイでずっとね、その2人のドライブの車を追っていて、そのまま、でもそうか、友達の家に泊まったから、ってことはね、その学校帰り、次の日のね、学校帰りに、このね、主人公の子も全部追ってて、そのね、家に帰る前にすごいちょっとね、足早と、でもそうか、家わかんねえから、どこに泥団子置いてもいいかわかんねえか。ってことは、幽霊だね。以上になります。いやー、ありがとうございます。いや、ほんとね、今回ね、おそらく今までで一番怖かったね。完全に水国業の話優勝でしょ。もう本当にこれ読んでて、もうとりあえずね、寒気っていうか汗がめちゃくちゃ出たし、続きが気になるし、これ多分歴代ナンバーワンじゃないかな。わかんない。盛りすぎわかんないけど、褒めすぎこういった感じでね、ラジオ動画は定期的にしていこうと思うのでね、どんどんリクエストしてきてください。いや、ほんと皆さんありがとうございます。今日はこの辺で終わりたいかと思います。最後に噛んじゃった。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。